よろしくお願いします。これはファミコン本体と同時に発売されたドンキーコングです。一面の最速タイムはなんと 15.56 秒です。ただし見えないはしごと呼ばれるバグを利用した場合ですけどね。この見えないはしごは知っていても、その理由と正確な再現条件を知っている人はほとんどいません。モムを分析してみると、この不思議な現象は独特なゲームの作りが関係していることが分かりました。この動画では、ゲームの動きを見ながら、ゲーマーには正直どうでもいいような、プログラマーのビープで細かすぎる視点から、ゲーム機の設計を深掘りしていきます。なお、音声トラックを変更することで、別の声や言語で聞くことができるので、ご利用ください。そもそもファミコンは、1981年にアーケードで大成功したドンキーコングを家庭でも遊べるゲーム機を作りなさいという山内社長の指示を受け、開発されました。ですから、ドンキーコングはファミコンにとって、そしてその後の任天堂にとっても、とても重要なゲームなのです。驚くべきなのは、わずか 24KB というロム容量です。当時のプログラマーは、この限られた容量にゲームを収めるため、徹底的な工夫をしています。しかし、この独特な作り方が、見えないはしごというバグを生み出した理由の一つなのかもしれません。見えないはしごを理解するために、まずはドンキーコング独特の作りを確認してみます。まず、足場やはしごは移動に必要な情報で管理されています。この斜めになった足場を自然に走るために、足場の1ドット上の位置に足場判定ラインと呼ぶ線上の情報を配置しています。そして、ジャンプマンの足元には、足元を調べるための3ドットのセンサーがあります。この足場判定ラインと足元センサーが接触していれば、足場に乗っていると判断するために使用します。次に、はしごを上り下りするために、はしごが存在する範囲を表すはしご本体ボックスと呼ぶ四角型の情報を配置しています。はしご本体ボックスの上下は、上下の足場判定ラインと同じ高さまであることが重要です。このはしご本体ボックスと足元センサーが接触していれば、はしごを上り下りできると判断するのに使用します。通常のはしごと壊れたはしごは区別したいので、分けて管理しているのです。次に、はしごの上端にいることを確認する、はしご上端ボックスと呼ぶ四角型の情報を配置しています。この、はしご上端ボックスは、はしご本体の上端と重なるように配置されています。このはしご上端ボックスと足元センサーが接触していれば、はしごの上端にいると判断するのですね。この情報を使って移動処理をするのですが、足場にいるときとはしごにいるときは処理が大きく異なるので、自分がどちらにいるのか状態を常に管理しています。この状態を移動モードと呼びます。まず、足場モードで左右ボタンを押して足場を走るときの処理の説明です。例えば、この左に上がっていく足場を左方向へ移動した場合を考えてみます。左ボタンを押すと、ジャンプマンを左に1ドット移動させます。この時段差が変わったら、足が地面に食い込まないように、ジャンプマンを1ドット上に移動させたい。そこで、移動ごとに足場判定ラインと足元センサーが接触しているかをチェックし、接触していなければ、段差が変わったと判断し、高さを変えるのです。逆方向も同様で、右へ1ドット動かしたら、足場がなくなり宙に浮いてしまうので、1ドット下に移動させるわけです。この上下の移動ですが、偶数回は左に行くほど、奇数回は右に行くほど、1ドット上に移動するというルールに従っています。なお、この現在どの階層にいるかは、ジャンプマンの高さの位置から判断していたりします。次は、足場モードで上ボタンを押して、はしごを登り始める処理の説明です。足場モードで上ボタンを押したとき、そこに登れるはしごがあれば、はしごモードに切り替える必要があります。そこで、登れるはしごがあるかを調べるため、はしご本体ボックスと足元センサーが接触しているかをチェックするのです。
そして接触していれば移動モードをはしごモードに変更します。ここまでは移動モードの変更だけなので、実際の移動をするため連続して次に説明するはしごの移動処理を実行します。次ははしごモードで上ボタンを押してはしごを登る処理の説明です。はしごを登る場合、はしごの途中なのか上端なのか壊れたはしごなのかで処理が違ってきます。上ボタンを押すとジャンプマンを上に1ドット移動させます。この時、はしごの上端まで登ったかを知りたいので、はしご上端ボックスと足元センサーが接触しているかをチェックします。接触していれば、はしごの上端あたりにいるので、はしごを登りきるアニメーションをします。さらに、はしご上端ボックスの一番上に接触したら、登りきったので、移動モードを足場モードに変更するのです。もし、壊れたはしごの停止位置なら、それより上には移動できません。次は、はしごモードで、下ボタンを押して、はしごを降りる処理の説明です。下ボタンを押すと、ジャンプマンを下に1ドット移動させます。この時、はしごを降り切ったか知りたいので、足場判定ラインと足元センサーが接触しているかをチェックします。そして、接触していれば、はしごを降り切ったと判断し、移動モードを足場モードに変更するのです。次は、足場モードで、下ボタンを押して、はしごを降り始める処理の説明です。足場モードで、下ボタンを押したとき、そこに降りれるはしごがあれば、はしごモードに切り替える必要があります。そこで、降りれるはしごがあるかを調べるため、はしご上端ボックスと足元センサーが接触しているかをチェックします。そして、接触していれば、移動モードをはしごモードに変更します。ここまでは移動モードの変更だけなので、実際の移動をするため、連続して一つ前に説明したはしごモードで下ボタンを押した時の処理を実行します。ここまでの説明を前提に、本題の見えないはしごの再現をしてみます。まず、一段上の足場から横へ移動し、一段下の足場に移動します。左ボタンを押すと、まずは左に1ドット移動させ、足場があるかをチェックします。ここでは、足場判定ラインと足元センサーが接触しないので、足場はないと判断し、ジャンプマンの位置を1ドット下に移動します。しかし、この時、移動モードは足場モードなのに、足場のチェックで足場はないという、矛盾した状態が発生しているのです。この時点で、足場モードにいるので、上ボタンを押すと、そこに登れるはしごがあれば、はしごモードに切り替える必要があります。そこで、一旦ははしごがあるかチェックをしようとします。ところが、直前の足場判定で、足場はないと評価しているので、足場にいないならはしごのチェックは不要と判断し、チェックをスキップしてしまうんです。この後、はしごに登れるかのチェックした結果を評価するのですが、スキップは否定ではないので、逆説的に登れると判断してしまい、移動モードをはしごモードに変更するのです。これが、見えないはしごを登れる仕組みです。この見えないはしごを再現するのは、いくつかの条件があるため、とても大変なんですね。一つ目の条件は、足場の段差ギリギリの位置に、はしごが存在する場合のみ、発生する現象ということです。ここはギリギリではないので、対象外ですが、こちらはギリギリなので対象になります。はしごがあればどこでもいいわけではありません。二つ目の条件は、上の足場から下の足場に移動した場所から一歩も動いてはいけないことです。移動すると、再度、足場のチェックを行い、足場はあると再判定されてしまい、矛盾が解消してしまうからです。なので、一歩多く進んでしまったから、少し戻ってみようはダメなんですね。三つ目の条件は、約3回に2回しか成功しないことです。ジャンプマンの移動をスローで見てみましょう。フレーム1、2、4では移動しますが、フレーム3はアニメーションは変わるけど移動はしていないんですね。
ジャンプマンを毎フレーム1ドットずつ動かしてしまうと移動速度が速すぎるのです。そこで移動処理の3回に1回は移動させないという処理が入っています。この3回に1回の移動させないタイミングでは足場のチェックも実行しないので矛盾が発生しないのですね。この条件を知らないとなぜだろうと悩む原因になります。こうして内部処理を追ってみると見えないはしごは単純に透明なはしごが置かれているバグではありません。足場移動、足場判定、高さの補正、はしご判定、移動モードの切り替え、そして移動タイミング。それぞれ単体では問題のない処理がほんの一瞬だけ特殊な状態を作り、その状態が次の処理へ引き継がれることで生まれたバグなんです。わずか 24KB という限られた容量の中で作られた43年前のゲーム。その工夫の積み重ねを追っていくと、バグの中から当時のプログラマーの作り方まで見えてくるのが面白いですよね。今回はこれで終わりです。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。では、またね。